こんにちは、Python VTuber のサブーです。今回は仮想環境がサクッと作れる Docker の基本について解説したいと思います。Docker って聞いたことがあるけど自分じゃ使ったことがないな。どういう時に使うんだろうって思っているソフトウェアエンジニアの方に向けて丁寧に解説をしているのでぜひ最後まで見てもらえたら嬉しいです。このチャンネルは Python やソフトウェア開発に関する情報を発信しているのでよければチャンネル登録よろしくお願いします。また、メンバーシップ会員しか見れない動画、ライブもあるので、よければメンバーシップのご検討もよろしくお願いします。まず、Docker って何かっていうことなんですが、Docker とは、コンテナ型の仮想環境を作成して、配布、実行するためのものです。これだけ聞いても、コンテナ型の仮想環境、なんだそれって感じですかね。ここで言う仮想環境は、コンピューターの中に、あたかも別のコンピューターが存在しているように、疑似的なコンピューターを再現したものです。なので、例えば、Windows PC の中に Ubuntu のサーバーを作成したり、Mac の中に CentOS のサーバーを作成したりすることができます。この時に、もともと物理的なコンピューターで使われている OS のことを HostOS、仮想環境の中で使われている OS のことを GuestOS みたいな言い方をします。じゃあ、コンテナ型って何のことだってことなんですが、コンテナ型とは、ホスト OS を動かしているカーネルを利用して、あたかもゲスト OS があるように仮想環境を作り上げるものをコンテナ型って言います。イメージとしてはこんな感じです。また、今後、コンテナって言葉がたくさん出てくるんですが、コンテナっていう風に言ったら、この Docker の上に乗っかっている仮想環境のことを指していると思ってください。これとは別にコンテナ型じゃない仮想環境もあって、例えば、仮想化ソフトの上にゲスト OS を載せて仮想環境を作る仮想化マシンっていうものもあります。今回紹介する Docker はコンテナ型ですが、このコンテナ型の良いところは、ホスト OS のカーネルを利用しているので、軽量で高速に仮想環境を起動停止できるっていうメリットがあります。ちょっとややこしいなと思うかもしれませんが、このあたりの細かい理解は Docker を操作する上では知らなくても特に問題はないので、よくわからなくても先に進めましょう。じゃあ、Docker が使えると何が嬉しいのってことなんですが、まず一つは、どのコンピューター上でも全く同じ環境を作り出すことができるっていうことです。先ほども言ったみたいに、仮想環境はホスト OS が何であろうと、好きな OS の仮想環境を作り出すことができるので、例えば、同じ開発チームのメンバーでも、A さんは Windows で、B さんは Mac で開発しているよっていう時でも、Docker を使って2人とも全く同じ環境を用意することができるっていうことです。よく、Mac だとこのコードだと動くんだけど、Windows だとこのコードだと動かないんだよなーっていう環境が違うことによる問題ってありますよね。そういう時に OS やミドルウェア、環境設定なども全く同じになっている Docker の仮想環境を作って、その中でコードの動作を確認すれば、A さんは動くのに B さんは動かないみたいなことは起きないですよね。これがメリットの一つ目です。Docker のメリットの二つ目は、Docker では OS の指定やミドルウェアのインストールや環境設定がコード化されているので、再利用やバージョン管理、配布が容易っていうことです。Docker で仮想環境を構築するには、Docker ファイルっていうものが必要なんですが、この Docker ファイルはただのテキストファイルで、中身は OS、ミドルウェアのインストールや環境設定などがすべてコードとして記載されています。そのため、そのファイルを見れば、どんな環境が構築できるのかがわかるし、作り出す環境の一部を変更したい場合、そのファイルの一部だけを編集すれば変更が可能です。また、ただのテキストファイルなので、Git でバージョン管理することもできますよね。さらに、軽量なテキストファイルなので、他の人に配布するのが簡単っていうメリットもあります。なので、例えば開発チームに新しいメンバーが入ってきて、開発環境を構築するときに、日本語で書かれた手順書を読みながら、一つ一つ自分の手で Python をインストールして、データベースを入れて、環境変数にこれを設定してってやらなくても、Docker ファイルを入って渡して、コマンドを実行してもらうだけで、サクッとみんなと同じ環境を再現できるっていうことですね。ちなみに、インフラの構築管理運用をコード化することをインフラストラクチャーアズコードって言って、昨今では非常に重要な考え方になってきていますね。Docker のメリット3つ目は、クラウド上に自動でサーバーを構築できるっていう点です。ここまでは自分のパソコン上で Docker を使う想定で話を進めていましたが、AWS や GCP といった
クラウド上のサーバー構築でも Docker を使うことができます。特に Docker 単体じゃなくて Kubernetes っていうコンテナ管理システムを使うとさらに便利です。クラウド上にサーバーを構築するときって Web コンソールからボタンをポチポチ押して OS 選んでディスクの容量を決めてで手動で作ることもできるんですが Docker ファイルから作ったコンテナイメージっていうものを使うことで自動でサーバーを構築することができるので同じコンテナイメージのインスタンスを複数立ててクラスターを作ったりとか、そういうケースで作業の自動化効率化ができます。このコンテナイメージっていうのは Docker ファイルを元にして作ることができるコンテナを立てるのに必要なコマンドやメタデータを含んだ Docker 環境で実行可能なパッケージのことです。ちょっとわかりにくいと思うんですが、後ほどいろいろ実演するので、その中でなんとなく理解できるんじゃないのかなって思います。そして4つ目のメリットは、Docker Hub というプラットフォームで一般公開されているコンテナイメージを誰でも使うことができるっていうことです。ここまでの説明で仮想環境を作るのは Docker ファイルっていうものが必要だっていう話をしてきました。でもそのファイルを一から自分で書かなくても Docker Hub っていうプラットフォームに一般公開されているイメージを使うことで自分が使いたい環境やツールをサクッと使えるようになるっていうことですね。例えば MySQL が入っている環境を使いたいなと思ったら、そういうイメージを探して使えば OK ってことです。NGX とか Node.js とか Redis とか、ほとんど必要なものが Docker Hub にはあるんじゃないのかなと思います。どうでしょう？ Docker を使うメリット、なんとなくわかりましたかね？次に、この動画の対象者や範囲を明確にするためにも、Docker の扱いってソフトウェアエンジニアとインフラエンジニアでちょっと違うよっていう話をしたいと思います。というのも Docker ってソフトウェアエンジニアにとってはガリガリ Docker ファイルを書くっていうよりも先ほど説明した Docker Hub で一般公開されているイメージをそのまま使ったりインフラエンジニアの人が用意してくれた Docker ファイルを使うっていうケースの方が多いと思います。例えば自分のパソコンの中にデータベース用のコンテナを起動してそのデータベースと接続してアプリを開発するみたいなイメージです。なので、この後の動画で説明するコンテナイメージを取得して、コンテナを起動させて、接続、そして停止するっていう、このあたりの基本操作を知っていれば、まずは十分かなって思います。一方、インフラエンジニアの方にとっては、設計通りの環境が構築できるように Docker ファイルをガリガリ書いて、クラウド上にサーバーを構築するっていうケースが多いので、Docker ファイル自体を自分で書くケースが多いです。この動画はソフトウェアエンジニア向けの Docker 入門動画っていうことで、インフラエンジニアの方のように Docker ファイルをうまく作る方法みたいな部分には触れません。Docker ファイルの基本的な書き方や Docker ファイルからコンテナイメージを作る方法は解説するんですが、インフラエンジニアの方が必要とするような細かい知識やテクニックには触れないので、その点はご注意いただけたらと思います。それでは実際に Docker を使って仮想環境を作ってみたいと思います。まず Docker デスクトップをインストールする必要があります。Docker の公式サイトにインストーラーがあるので、それぞれの環境に合ったインストーラーをダウンロードしてください。このページの URL は概要欄に貼っておきますね。サプーは今 Windows PC を使っているので、このサイトの Windows を選択して、で、インストーラーをダウンロードして、で、インストールが完了したら、インストーラーをダブルクリックして、こんなインストーラーが起動するので、インストールを進めます。OK を押して、インストールが成功するとこんな画面が出てきます。ここでコンピューターを再起動させる必要があるので、このボタンを押して、インストーラーを終了して再起動をします。で、再起動が完了すると、こんな感じで規約変更の画面が出てくるので、内容を読んで、チェックしてアクセプトボタンを押します。そうすると、こんな画面が表示されると思うんですが、Docker デスクトップ自体は閉じてしまって大丈夫です。基本的に Docker の操作はコマンドから実施するので、Windows なら PowerShell、Mac ならターミナルを起動してください。また Windows の場合、管理者アカウントがユーザーアカウントと異なる場合は、ユーザーを Docker ユーザーズグループに追加する必要があります。Mac のインストールも基本的には一緒で、インストーラーをダウンロードしたら、docker.dmd をダブルクリックしてインストーラーを開いて、Docker アイコンをアプリケーションホルダーにドラッグします。そうすると規約などが表示されると思うので確認して、同意を選択すると Docker デスクトップが起動します。
で、まずちゃんと Docker のコマンドが使えるかを確認します。Docker-バージョンって打って、バージョン情報が出力されたら Docker が正常にインストールできたことになります。次に Docker Hub から一般公開されているコンテナイメージを探していきます。Docker Hub の公式サイトを開くと、こんなページが出てくると思います。このページの URL は概要欄に貼っておきますね。で、コンテナイメージは先ほども説明した通り、コンテナを立てるのに必要なコマンドやメタデータを含んだパッケージのことです。なので、目的に応じたコンテナイメージを使う必要があるんですが、今回はよくあるケースとして、データベースを Docker コンテナとして立てるケースを実演したいと思います。なので、MySQL が入っているコンテナイメージを探します。左上の検索バーに MySQL って入力して検索すると、こんな感じで検索に引っかかるイメージがいくつか出てきます。一番上は Docker Official イメージって書いてあるので、MySQL が公式に出しているイメージみたいですね。これを開きます。そうすると、このイメージの説明と使い方のサンプルコマンドも含めていろいろ記載されています。一旦、まずはこのイメージをプルしたいと思います。右上の方にプルコマンドの記載があるので、これをコピーして、コマンドラインツール上でこのコマンドを実行します。これを実行してみると、ちょっと時間がかかるんですが、プルが完了したら、これで Docker Hub 上にある Docker のコンテナイメージを自分の PC のローカルにダウンロードすることができます。ちなみに Docker Pull のコマンドはどのディレクトリで実行しても大丈夫です。Git コマンドみたいに今いるディレクトリの下にフォルダやファイルが作られるみたいなことはありません。また実はこの後実行する Docker Run っていうコマンドでローカルにコンテナイメージがない場合は Docker Hub 上から勝手にイメージを探してきてくれます。ただ今回は一旦コンテナイメージっていうのを想像しやすいようにプルしておきました。プルが終わったら Docker Images っていうコマンドを実行します。これで今自分の PC 内にあるコンテナイメージの情報が表示されます。ここにちゃんと今プルした MySQL のイメージがあるのがわかりますね。そしたら早速この MySQL のコンテナを起動させます。コンテナの起動方法など多くの場合 Docker Hub のページに記載されています。コンテナを作成して起動するのは Docker Run というコマンドを使うんですが、ここに Docker Run のコマンドが記載されていますね。これを一度コピーしてコマンドラインツール上に貼り付けて少しだけ変更してみようと思います。まず、この-name のオプションですが、これはコンテナの識別子の指定になります。サンプルでは SAM-MySQL ってなっているんですが、何か自分でわかりやすい名前をつけてあげます。今回は SAP-MySQL っていう名前にしておきます。-e のオプションは環境変数の設定になります。なので、この場合は MySQL ルートパスワードっていう MySQL のルートユーザーのパスワードを環境変数に何か設定するっていうことですね。例えば K12IJ75H みたいに何かパスワードを設定しておいてください。ちなみにこれはローカル PC の環境変数じゃなくてコンテナの環境変数を設定しているっていうことに注意してください。次の -d のオプションはデタッチドモードで実行するっていうオプションで、これをつけるとバックグラウンドでコンテナが実行されます。そして最後の MySQL:tag って書かれている部分は使用するイメージの設定をしているんですが、コロンの後の tag って書かれているところには必要な MySQL のバージョンを指定します。バージョンについては Docker Hub のところの tags っていうタブを開くとバージョンを調べることができます。何もしないとレイテスト、最新になるので、今回は最新にしようと思うので、タグの部分は省略しておきます。で、ここでさらにオプションをちょっと増やそうと思います。-p のオプションを使うと、ローカル PC のある特定のポートへの通信をコンテナ側にある特定のポートへ転送することができます。こういうのをポートファリングって言います。-p の後ろにローカル PC のポートの番号をコンテナ側のポートの番号を記載するとポートファリングができます。MySQL のポートは通常3306なので右側が3306でローカル側は
わかりやすいように13306にしておきます。で、このコマンドを実行すると、コンテナ ID が表示されて、コンテナが立ち上がります。今実際にどんなコンテナが起動しているか調べるためには、dockerps っていうコマンドを実行します。これを実行すると、今この瞬間に起動しているコンテナの情報の一覧が表示されます。ちょっと改行されてて見にくいんですが、ここにちゃんと SAP-MySQL ってあって、MySQL のコンテナが起動したのがわかります。ちなみに、コンテナイメージはあくまでコンテナを作成する元になっているものなので、同じイメージから何個もコンテナを作成することも可能です。今回は複数使うケースは扱わないので、今作ったコンテナ一つで進めたいと思います。それでは実際にコンテナの中に入って MySQL が操作できるか確認したいと思います。コンテナの中に入るには docker exec っていうコマンドを使います。-it っていうオプションをつけると、コンテナ側でのコマンド操作を今使っているこのコンソールからそのまま操作することができます。そしてコンテナの名前、SAP-MySQL って指定して、バッシュって書くと、コンテナ内ではバッシュを使います。これを実行すると、こんな感じでコンテナの中に入ることができます。じゃあ、MySQL が操作できるか試してみます。mysql-u ルート -p で MySQL にルートユーザーでログインします。パスワードを求められるので、Docker Run で環境変数として設定したルートユーザーのパスワードを入力して、Enter を押すと、こんな風に MySQL にログインができます。これでコンテナ内にちゃんと MySQL があるのがわかりますね。せっかくなので一つテーブルを作って1レコードデータを入れておきたいと思います。この動画は MySQL の動画じゃないので、これから実行するコマンドの詳しい解説は省きますが、MySQL の操作がわからない方は、データベースに1レコード追加してるんだなって感じで見てもらえたらと思います。まず、Create Database SubDB でデータベースを作って、Use SubDB で使うデータベースを設定して、Create Table Users で Users テーブルを作成して、Insert into で1レコードだけ登録しておきます。で、Exit で MySQL を抜けます。これでコンテナ内の MySQL のテーブルに1レコードだけデータを登録しました。この状態でコンテナから抜けたいので、コントロールボタンを押しながら Q を押すとコンテナから抜けることができます。これでローカル PC 側に戻ってきたんですが、また dockerps ってコマンドを実行すると、まだ SAP-MySQL のコンテナが起動しているのがわかりますね。この状態で外からこのコンテナを停止させたいと思います。Docker Stop SAP-MySQL でコンテナを停止させます。これを実行して、でまた dockerps を実行すると、もうコンテナが表示されていませんね。でもこの状態で dockerps-a っていうオプションをつけてこれを実行すると、停止しているコンテナも表示されます。ここには SAP-MySQL があります。そして一度停止したコンテナをもう一度起動するには、さっきの Docker Run じゃなくて Docker Start コマンドを使います。ちょっとややこしいんですが、Docker Run コマンドはコンテナイメージからコンテナを作成して起動するコマンドなんですが、一度構築して停止しているコンテナを起動するには Docker Start コマンドになります。なので Docker Start の場合は環境変数やバージョンの指定などは必要ありません。ただ単に Docker Start コンテナの名前 SAP-MySQL ってコマンドを叩けばまたさっきと同じコンテナが起動できます。これを実行すると名前が出力されてまた dockerps を実行すると確かに起動しているのがわかりますね。そしてコンテナを構築した時にポートフォワリングしていたので、ローカル PC 側からコンテナ側の MySQL のデータを取得したいと思います。先ほども言いましたが、この動画は MySQL の解説動画じゃないので、Python コードの詳しい解説は省きますが、
pip install mysql connector python っていう Python から MySQL に接続するライブラリを入れておきます。そしてこのようなコードでルートユーザーでこのパスワードを使ってローカルホスト、つまりこのパソコンの13306のポートにアクセスします。さっきポートファイリングしたので、ローカル PC の13306への通信はコンテナ側の3306のポートに転送されるので、コンテナ側の MySQL につながるっていうことですね。そしてさっき作ったユーザーズテーブルのデータを取ってきて表示させるっていうこのプログラムをローカル PC 側で動かしてみると、こんな風にちゃんとデータが取れているのがわかりますね。このコンテナはもう使わないので、Docker ストップでコンテナを停止しておきます。あとは、このコンテナ自体、もう今後一切使わないから削除しちゃいたいなーって思ったら、Docker rm コマンドを使います。Docker rm sub mysql。これを実行すると、今まで使っていたコンテナ自体が削除されました。また、プルしてきたコンテナイメージを削除する場合は、Docker rmi でイメージの名前とバージョンを指定して、これを実行すると、コンテナイメージを削除できます。Docker Images でイメージが残っていないか確認してみると、全く残っていないのがわかりますね。どうでしょう？コンテナの考え方や操作がイメージできましたかね？ちょっと今までのコンテナ周りのことを整理してみますね。まず、ローカル PC の中に Docker を入れると、その上に仮想環境のコンテナっていうのを作ることができます。コンテナは、コンテナイメージっていうものから作成されるんですが、このコンテナイメージは、例えば MySQL が入っているコンテナを構築できるコンテナイメージ、エンジン X が入っているコンテナを構築できるコンテナイメージみたいに、いろいろなイメージが Docker Hub に一般公開されているので、そこからダウンロードしてイメージを取得してコンテナを作成して起動することができます。Docker exec でそのコンテナの中に入って直接操作することもできるし、ポートファイリングすることでローカル PC からポート経由でコンテナ内のアプリに接続することもできますね。実演を含めていろいろ説明しましたが、初めてだと頭がこんがらがっちゃうかもしれませんが、何度か操作しているうちに、ああ、そういうことかって感じで理解できるようになると思うし、操作コマンドを覚えちゃうと、自分の PC に必要なコンテナをサクッと立てて、いろんなものが使えちゃって便利だなーって思うと思います。それでは次に Docker ファイルからイメージを作成してコンテナを立てる方法を解説したいと思います。先ほどまではコンテナイメージは Docker Hub に一般公開されているものをそのまま使っていたんですが、そのコンテナイメージをそのまま使うんじゃなくて、そのイメージをベースに自分でカスタマイズしたコンテナイメージを作ることもできます。そのカスタマイズしたコンテナイメージを生成できるのが Docker ファイルになります。Docker ファイルはただのテキストなんですが、まず Docker ファイルっていう名前のファイルを作成します。次にベースになるコンテナのイメージを指定します。これは Docker Hub 上にあるイメージを指定するんですが、よくあるのは何も入っていない特定の OS のコンテナイメージにすることが多いかなって思います。例えば OS が Ubuntu の 20.4 のコンテナイメージを作ろうと思ったら、また Docker Hub 上で Ubuntu で検索して、また Docker Official Image の Ubuntu が出てきたので、これをクリックして、で、この中の Tags っていうタブを開くと、バージョンがいくつか出てくるので、その下の方を見てみると、20.4 っていうのがあるのがわかりますね。なので、プルのコマンドに書いてある、ここをコピーして、Docker ファイルに from ubuntu :20.04 って書きます。これで Ubuntu の 20.04 のコンテナイメージをベースにすることができます。こんな風に from みたいに Docker ファイル独自の命令文がいくつかあるんですが、この命令文を使ってコンテナイメージをカスタマイズしていきます。ここでは代表的な命令文をいくつか紹介していきますね。まず、コンテナイメージを作成するタイミングで実行されるシェルコマンドを実行する run っていう命令文があります。例えば、今この Docker ファイルのままだと空っぽの Ubuntu なんですが、ここに apt install でいろいろパッケージをインストールしたいなと思いますよね。
そういう時に run を使います。まず、アプト自体をアップデートするために、run アプトアップデートって run の後ろにシェルコマンドを記載します。今度は Python 3.9 をインストールしたいので、同じように run コマンドを使って、run apt install -y Python 3.9 って書きます。本来、run apt install では、and を使ってシェルコマンドをワンライナーで書いて、最後にキャッシュを削除するコマンドを書いた方がイメージサイズが小さくなって好ましいのですが、この動画ではコマンドのわかりやすさを重視して1行ずつ記載しています。さらに Python 3.9 だけじゃなくて、BIP 本体もインストールしたいので、run apt install-y Python 3-BIP って BIP もインストールしておきます。続いて Python のライブラリを BIP でインストールするためにrequirements.txt を使ってライブラリを一気にインストールしたいと思います。ローカル側に requirements.txt があっても、このファイルを実際に使うコンテナ側にこのファイルがないと BIP でインストールすることができません。なので、ローカル PC 側にあるファイルをコンテナ側にコピーするために、コピーっていう命令文を使います。コピー、ローカルファイルのパス、半角スペース、コンテナ側のパスなので、今回はこの Docker ファイルが置いてある同じフォルダー内に requirements.txt があるので、コピー requirements.txt 半角スペース dot って書きます。ちなみにこの requirements.txt には NumPy と Pandas が指定されています。さらにその requirements.txt を使って pip インストールするので、run python 3.9-m pip install-r requirements.txt って書きます。あとは user っていう命令文でユーザーを変更することができます。ユーザー半角スペースユーザー名って書くので、今回の場合、例えばユーザー半角スペースルートみたいに書いておきます。あとは演舞っていう命令文で環境変数を設定することができます。演舞半角スペース環境変数名イコール設定する値って書きます。なので、例えばサイトドメインっていう環境変数にvtuber.sap.com っていう値を設定したかったら、演舞サイトドメインイコール vtuber.sap.com っていう風に書きます。で、作業ディレクトリも変更することができて、ワークディレクトリ、ディレクトリのパスって指定すると、そのディレクトリが作業ディレクトリになります。相対パスでも絶対パスでも指定することができます。なので、例えば、ワークディレクトリ絶対パスのバー、こんな風に書いておきます。あと、コピーと非常に似ているのですが、ファイルをローカル PC からコンテナ側に追加できる add っていう命令文があります。add、追加元のファイルのパス、半角スペース、追加先のファイルのパスっていう風に書くんですが、これさっき説明したコピーとかなり似てますよね。何が違うかっていうと、コピーはリモート上のファイル、例えばネット上に公開されているファイルを UR 指定でコンテナ側にコピーすることはできません。一方、add はリモート上のファイルをコンテナ側に追加することができます。また、圧縮ファイルをコンテナ側にコピーするとき、コピーの命令文ではそのままコピーされますが、add を使うと自動で回答されます。なので、基本的にはコピーを使っておいて、必要な場合だけ add を使うと良いと思います。以前に使ったあやめの公開データをコンテナ側に add してみたいと思います。addあやめのデータの URL ドットっていう風に書くと、これでコンテナ側に iris データっていうファイルが追加されます。あと、エントリーポイントっていうものがあります。これはコンテナ実行するときに動かしたいシェルコマンドを記載します。エントリーポイントの後に、半角スペースを開けて、角括弧で Python のリストみたいな感じで実行ファイル、パラメータ1、パラメータ2みたいな感じで書きます。run と違う点は、run はコンテナイメージを作成する際に実行されるのに対して、エントリーポイントは Docker run のコンテナ実行の時に動きます。エントリーポイントを使ってコンテナを実行可能ファイルのように扱う。つまり Docker run である処理を実行させるためのコンテナとして作る時とかにこのエントリーポイントが使用されます。なので、例えば、ある Python スクリプトを実行させるためだけのコンテナを作ろうと思ったら、Python スクリプトを用意しておいて、コピーでコンテナ側に Python スクリプトファイルをコピーして、エントリーポイントで Python 3.9 スクリプト .py って書いて、このスクリプトを動かすコマンドを記載します。
こうして作ったイメージで Docker ランをすると、そのタイミングで script.py が動きます。そしてこの script.py が終了したらコンテナも停止されます。ただ今までいろいろ環境をいじった結果をコンテナ内で確認したいので、このエントリーポイントの命令は一旦削除しておいて、後ほど動作を確認してみますね。これ以外にも命令文はいくつかあって、詳細については公式サイトにリファレンスが載っているので、そちらを参考にしていただけたらと思います。動画の概要欄にリファレンスの URL を貼っておきますね。一旦今書いたこの Docker ファイルでコンテナイメージを作ってみようと思います。Docker ファイルからコンテナイメージを作るには Docker build コマンドを使います。今 Docker ファイルが置いてある場所にいます。Docker build の後ろに-t でコンテナのイメージのタグを設定します。今までで言うところの mysql:latest とか ubuntu:20.04 とかそういうやつですね。例えば今回だったら SAP Python 1.0 みたいにタグをつけます。あと、-f で Docker ファイルのパスが指定できます。今回は今いる場所が Docker ファイルがある場所なので、Docker ファイルって書いてもいいんですが、-f のデフォルトは Docker ファイルなので、今回はこのオプションは削除しておきます。最後にビルドコンテキストを指定します。ビルドコンテキストに指定したディレクトリのすべてのファイルが一度イメージを作るときに読み込まれます。もちろん、ただ読み込まれるだけなので、コピーやアドをしなければ、ファイルがイメージに含まれることはありません。ただ、いちいち読み込まれると時間がかかってしまうので、ビルドコンテキストには余計なものを置かないようにしておきます。ちょっとややこしいんですが、基本的に Docker ファイルが置いてある場所まで移動して、余計なファイルを置いていないことを確認して、Docker ビルドの時に、ビルドコンテキストにカレントディレクトリ、つまりドットを指定したら OK です。それではこれを実行してみると、かなり時間がかかるんですが、こんな感じで Docker のイメージが作成されます。Docker Images でイメージを見てみると、SAP Python 1.0 っていうのがあるのがわかりますね。あとは先ほどまでと同じで Docker ランをするだけです。ただ、ちょっと違うのは、-it っていうオプションをつけないと、コンテナが起動したままにはなりません。というのも、コンテナはプロセスが終了すると、コンテナも終了するようになっているため、例えば Docker ファイルの最後に何かしらのプロセスを起動するような命令文を書いておけば、この-it はいらないんですが、今回はつけなかったので、-it をつけておきます。なので、Docker 欄-name コンテナの名前を例えば SAP サーバーってつけて-it-d でバックグラウンド実行にしてイメージである SAP Python 1.0 を指定して実行します。これを実行するとコンテナ ID が表示されて Docker ピースを実行するとコンテナが一つ立ち上がっているのがわかりますね。先ほどと同じようにDocker exec-it SAP サーバーバッシュでコンテナ内に入ってみます。そうすると pwd で今いるところを見てみるとワークディレクトリに指定したバーのフォルダーにいるのがわかりますね。さらにエコーダラーサイトドメインこれを実行してみるとサイトドメインの環境変数に Docker ファイルで指定した値が設定されているのがわかります。さらに ls を実行すると add の命令で Web 上から持ってきた iris.data があるのがわかりますね。中身をヘッドで確認してみると確かにあやめのデータみたいですね。一つ上のディレクトリに移動するとrequirements.txt があるのがわかりますね。そして Python 3.9 を実行すると Python が実行できて import pandas as pd を実行するとエラーが起きないので requirements.txt を使ってライブラリがインストールできたのもわかりますね。これで自作した Docker ファイルからイメージを作ってコンテナを立ち上げて操作する部分までができたのでPython を抜けて、このコンテナも抜けて、このコンテナをストップしておきます。
で、さっき一旦置いておいたエントリーポイントを使いたいと思います。Python スクリプトの script.py っていうファイルには、プリント Python スクリプトが実行されましたって書いてあるだけです。さっき説明したみたいに、コピーでこのスクリプトをコピーしておいて、エントリーポイントでこのスクリプトが実行されるように設定しておきます。これでもう一度 Docker ビルドでコンテナイメージを作ります。Docker ビルド -t sap-python 今度はバージョンを 1.1 にして、ビルドコンテキストをドットで指定します。これを実行すると、Docker イメージ sap-python 1.1 ができます。Docker イメージ図で位置を確認しておいて、タグが 1.1 になっている sap-python っていうイメージができているのがわかりますね。ちなみに一番初めのビルドは結構時間がかかるんですが、Docker は差分を使ってビルドしてくれるので、2個目に作った sap-python 1.1 はかなり早くビルドができました。で、Docker ランするときに -d のバックグラウンドモードと -it は取っておきます。イメージは sap-python の 1.1 で、コンテナ名を sap サーバー2にしておきます。これを実行すると、Python スクリプトが実行されましたって出力されるので、Python スクリプトが動いたのがわかりますね。ちなみに、Docker PS っていう風にやっても、SAP サーバー2がいないのがわかりますね。さっきも言ったみたいに、エントリーポイントを実行して Python スクリプトが終了したら、何もプロセスが立ち上がっていないので、コンテナが停止したっていうことですね。今回の内容は以上になります。Docker はまだまだたくさんできることがあるんですが、まずは今回解説した基本的な操作を理解して Docker を便利に使ってもらえたらと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。